この動画では、バルーンアートで使われている10個の基礎技法を紹介します。世の中に公開されている作品の多くは、この10個の基礎技法の組み合わせで作ることができます。最初は、風船への空気の入れ方です。まずは、風船をよく伸ばしてください。こうすることで風船が割れにくくなります。風船の口にポンプの先を差し込んでください。風船の口を指でしっかり押さえておきましょう。空気を入れます。結び方は特に決まっていないので自己流で構いません。私は口巻きを2本の指に一周させ、先端を指の間に挟んで引き抜いています。2番目は風船のひねり方です。雑巾絞りのようにひねるのはおすすめしません。バルーンをひねるときは、基本的に指先を使います。片方の手を添え、もう片方の手でつまむようにしてひねります。こうすることで、バブルの大きさの調節がしやすくなります。連続でバブルを作るときは、最初のバブルを小指と薬指で押さえておきましょう。最初のバブルを離すと、バブルがほどけてしまうので注意です。最初のバブルをしっかり握っておけば、何個でもバブルを作ることができます。3番目はひねりの作り方です。名前の通り、輪っか状のパーツを作る技法です。花びらを作る時などに使われます。長めのバブルを作りましょう。バブルを2つ折りにし、両端でひねり合わせます。少し引っ張りながらひねると、風船同士の摩擦が減ってやりやすくなります。4つ目は、たらこひねりの作り方です。2つのバブルを束ねる技法です。犬の耳や足を作る時などに使われます。バブルを連続で作ります。2つのバブルを束にして持ち、最初と最後でひねり合わせます。最初からたらこひねりやはひねりを作ることもできます。バブルを作り、口巻きと一緒にひねります。口巻きは2つのバブルの間に通して固定します。結ぶとさらにほどけにくくなります。5つ目は、絞りひねりの作り方です。豆のようなパーツを作る技法です。熊の耳を作る時などに使われます。小さめのバブルを作ってください。小さいバブルの両端でひねり合わせます。バブルを引っ張り、両端を近づけ、そのままひねります。
最初から絞りひねりを作ることもできます。口巻きと一緒にひねります。口巻きを結ぶとさらにほどけにくくなります。6つ目はチューリップツイストです。風船の先端を丸める技法です。かぼちゃのヘタを作る時などにこの技法を使っています。わかりやすいように透明の風船を使います。空気を入れ、口を結んでください。結び目に指を当て、風船の中に押し込みます。風船の外側から結び目をつかみ、指を引き抜きます。そのままひねってください。7つ目はアップルリンクです。2つの風船をつなげる技法です。剣の柄の部分などに使っています。バルーンを膨らませ、口を結んでください。少し離れたところにもう一つ結び目を作ります。もう一つの風船を膨らませます。わかりやすいように透明の風船を使います。結び目を透明の風船の先端に当て、そのまま中に押し込みます。外側から結び目をつかみ、指を引き抜きます。そのままひねってください。8つ目は曲げ癖です。名前の通り、風船を曲げる技法です。手足や首など、いろんなところで使われます。風船を膨らませてください。風船を折り曲げます。風船をつねって空気を追い出します。そして再び戻すと、曲がります。緩やかに曲げたい場合は、風船同士をこすり合わせるようにしてください。9個目はバードボディです。3本組を作る技法です。オウムの体などに使われる技法です。まずはたらこひねりを作ります。もう一つバブルを作り、たらこひねりの輪の中に押し込みます。
もう1回繰り返すと、より安定します。10個目はワープです。バルーンの位置を強制的に変更する技法です。空気を先端の方に送り、バルーンを紐状にします。そのまま反対側に絡めます。これでバルーンの位置を変えることができました。この技法を使えば、風船の位置を自由に変えられるため、操作の幅が広がります。いかがでしたでしょうか？この他にもまだまだ技法はありますが、多くの作品はここで紹介した技法のみで作ることができます。このチャンネルでもいろんな作品の作り方を紹介しているので、興味があればぜひ見ていってください。